イベントの参加者の皆様、こんにちは。これからはですね、日本における不動産の STO について、ライフル、セキュリタイズ2社で提供するですね、スキームのプレゼンテーションを行います。前半はビジネスサイドライフルから、後半は技術面をセキュリタイズからの2部構成で進めさせていただきます。次お願いします。まずライフルのですね、簡単なご紹介ですけれども、日本におけるですね、不動産の、ポータルサイトの方でですね、不動産情報の方を皆様にお届けしている、会社でございます。次お願いします。私はそこでですね、この不動産とブロックチェーンというテーマで、新規の事業開発をしておりまして、今回の STO スキームの方もですね、主導をさせていただいております。次お願いします。まず不動産 DX というところでですね、少しお話をさせていただきますと、これまでインターネットのですね、拡大とともに不動産情報のデジタル化というものが進んでまいりまして、でこれが昨今ではですね、オンラインで取引できるように、いろいろ法律の改正も進んできました。でさらにこの先というところを考えると、やはりこの不動産そのものをですね、デジタルアセット化してしまいまして、オンライン上で全て取り扱っていくというところが、時代に進んでいくと、そんなふうに考えております。次お願いします。で具体的にはどういったことかというとですね、現物の不動産というものが当然、あるわけですけれども、これをですね、セキュリティトークン、イーサリアム上のメインネット上にですね、セキュリティトークンとして発行していくと。そうしますと、他のですね、ERC20 のトークンと同様に、様々なスマートコントラクトベースでですね、DVP をしたりですとか、もしくは、レンディングに担保として差し入れる、こういったことが可能になってくるというふうに考えられています。次お願いします。一方でですね、今、こういったセキュリティトークンがですね、どういったところに課題を解決していくのかというところを少しお話しさせていただきますと、現状日本でですね、この不動産の小口化というものをですね、見てみますと、まだですね、2% くらいしかですね、されていない。当然、小口化されていないものは、デジタルアセットにもなっていないという形で、逆にこの 98% ぐらいがですね、これからデジタルアセット化されていって、流通していく、インターネット上の価値として流通していく、こういう可能性がある状況でございます。次お願いします。ここのですね、まず切り口になっていきそうなのが、この不動産のクラウドファンディングというですね、仕組みで、実際投資されたことがある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、この、有力な小口化スキームである不動産クラウドファンディング、大体今、毎月ですね、1サイトぐらいずつ新しい不動産クラウドファンディングサイトが立ち上がってくるといった、そういった状況にはある一方で、ここにですね、このセカンダリー、二次流通のですね、仕組みというものがまだあまりなくてですね、最初の出資はできるんですけど、途中で売ったり買ったり、これはできないという状況があり、ここを、セキュリティトークンを使うことでですね、この二次の流通の仕組みをですね、作っていこうというのが、私どもの、取り組みという形になります。はい、次お願いします。実際にですね、今年の10月からですね、この、セキュリティトークンの発行 STO をですね、実施しておりまして、はい、鎌倉にあるですね、エンジョイワークさんという会社さんの、クラウドファンディングサイトで発行されている、葉山のですね、古民家をリノベーションした物件の方で、国内では初となるですね、セキュリティトークンの、発行プロジェクトの方ですね、現在実施中という形に、なっております。はい。これがですね、セキュリティトークンに発行されることに、よってですね、このセキュリティトークン発行の、スキームの方ですね、まず発行スキームの方を、2社で提供している。それから、発行したセキュリティトークンをですね、暗号資産と DVP できるスマートコントラクト、こちらをですね、提供しているという形でございまして、我々としては、これをですね、国内に、どんどん普及させていくことでですね、日本のですね、不動産のデジタルアセット化を推進していこうとしている次第でございます。次お願いします。で、ここから次の、フェーズはですね、技術面のところをですね、詳しく、セキュリタイズジャパンの、森田様からですね、お話しいただこうと思います。森田様、お願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
まずすいません、自己紹介からさせていただきますと、私、セキュリティアイズジャパンでテックコンサルタントをやらせていただいてます、森田と申します。もともとバックグラウンドとしては、銀行系のシステムをやっていまして、2018年からブロックチェーン技術の、企業に参画しまして、そこがですね、セキュリタイズの参加に2019年の末になり、現在、セキュリタイズの日本法人として、今、STO を日本で推進しているという形になっております。すみません、最初にですね、セキュリタイズの会社のご紹介を少しだけさせていただければと思います。会社概要としましては、2017年に創業したセキュリティトークンのプラットフォームを提供する米国の会社になります。で、弊社はそれの日本法人です。で、2019年にはそのトランスファーエージェントとしてSEC にですね、デジタル証券に関わる部分としては初めて登録されたという歴史もありまして、2020年の10月にはさらにですね、発表もすでにされてますけれども、米国のATS、ブローカーディーラーの企業を買収して、セカンダリの市場にも今進出しているという、そういった状況の企業です。で、同じく10月現在で、米国を中心にはなるんですけれども、150以上の顧客を有してまして、投資家も4万人以上をサポートしていると、そういった企業で、非常に実績のある企業になっております。で、右下にあります通り、出資者として日本の企業様非常に多くご支援いただいておりまして、そういった意味もあって、日本で活動が非常にスムーズにいっているというのが現在です。ですみません、最初にですね、セキュリティトークンとはっていう、ご覧になっている方、多くの方が知っていることかもしれないですけれども、再度ちょっとおさらいだけさせていただければと思います。で、日本においてその明確に定義としてセキュリティトークンはこれっていうのがないんですけれども、2020年の5月にですね、金商法が改正され、それによって日本ではセキュリティトークンの取り組みが金融機関を中心に非常に活発になるというのが現在の状況です。で、右側の資料は日本 ST 協会、セキュリティトークン協会さんのですね、資料から引用させていただいている表なんですけれども、セキュリティトークンといったときに日本においてはどんな範囲が一般的にイメージされるのかっていうのを非常に分かりやすく記していただいているので、ちょっと引用させていただいております。で、上に3つありますのが、いわゆるですね、金商法、この5月に改正された金商法に準拠する、セキュリティトークンと言われるものです。で、こちらは日本の法律の言葉では電子記録移転有価証券表示権利等という長い名前になるんですけれども、こちらは今金融機関さん含めですね、弊社も含めて各方面で取り組みが進行中なんですけれども、この新しい法律に実拠したセキュリティトークンはまだ実例としては出てきてないような状況かと思っております。で、一方ですね、そこの範囲からは外れるんですけれども、不動産のアセットのですね、トークン化という意味では、不動産特定共同事業法という別の法律に基づいたものが従来からありますので、そちらをトークン化したものっていうものも、いわゆるアセットバックという意味ではセキュリティトークンであろうと、そういった定義になるかと思いまして、こちらについてが本日のメイントピックでもありますライフルさんと協業してですね、スキームを提供させていただいている範囲になります。右で言うと赤枠で囲っている上から4つ目ですね。それ以外にもですね、米国ではウイスキーや利用権、会員権などですね、いろいろなアセットのトークン化っていうものが進んでいるので、そういったところにも講義には広がっていくでしょうというのが右の図で表されているところになります。で、STO のメリットとしましては、ここはサクッといかせていただきますが、証券をトークン化することによって、さまざまなメリットを受けられますと。その中でも一番注目すべきところが、トークン化することで、その投資家にですね、所有権を渡すような、投資家に自由な移転ができるようになりつつですね、コンプライアンスのルールをプログラムとしてトークンの中に埋め込むことで、仮想通貨、暗号資産のように、いろいろですね、どっかに行ってしまうみたいな、そんなことがないようにですね、KYC が済んだ人にしか移転ができないようにするっていう基本的なルールから
人数制限ですとか、ロックアップ期間ですとか、そういったですね、コンプライアンスに準拠した形で安全なトークン発行ができるといったところが STO のメリットの一つでもあります。それの応用として、配当や買い戻しなど、そういったところの執行がプログラムでできるというところ、それと、トークン化することによって、二次市場というものが新たに開設されるっていう部分と、さらに相対取引っていうものも容易になってくることから、流動性というのは確実に上がってくるでしょうと。で、そういったところのトークン化のメリットのもう一つとしては、デジタル化の恩恵とも言えますけれども、台帳を共有することによって、いろいろな中間的にですね、介在する、ステークホルダーがですね、かなり最初化できるというところもありまして、そういったところのコストメリットが非常に出やすくなるというところもありまして、小口化が容易になるということも言われております。あとはブロックチェーンのメリットとしての透明かつ改ざん不可な部分と、あとはそういったデジタル化というところのその相対取引というところの紙がなくてもできるっていう今回のメリットの部分でもありますけれども、効率性にもつながるというところが、総じて STO のメリットとも言えると思います。でセキュリタイズの顧客を、実績として150社以上と冒頭申し上げましたけれども、4つのセクターで大きく分けて実績が進んでおります。当初は、ICO をもともとやっていたようなそうですね、ブロックチェーン企業の資金調達っていうところと、あと投資ファンド、ブロックチェーンにも投資しているようなですね、馴染みの深い投資ファンド、いわゆるそういったテックの部分でも先進的な取り組みをするような企業さんが当初は使っていたというところから、今回のテーマでもあります不動産系のところですね、こちらはなんでブロックチェーンあんまり関係ないところからもそういった不動産アセットバックっていう意味でも STO を使い始めたっていうのがその流れとして次に来まして、さらにその次にはいろいろなですねその他のセクターということで、面白い取り組みが、どんどん大きく企業の枠組みとしては増えていっているというのが、あります。でここには書いてないんですけれども、そこからさらに、大きな金融機関さんが取り組みを始めているというのも最近の、傾向になっております。でこのトークン化からの譲渡の流れを今回のスキームに沿ってご説明させていただきますと、今回エンジョワークスさんの事例でもそうなんですけれども、既存のクラウドファンディングシステムのですね、裏側にトークン化の仕組みをくっつけるというようなやり方でやらせていただいております。で、発行体の方は、持ち分の保有者に対してトークンを発行するっていうところが最初になりまして、そこから売り手が買い手、ここが相対取引になるんですけれども、投資家同士の取引ができるようになるというのがトークン化のメリットにもなります。ただ、この時に買い手の方がですね、誰でも OK っていう形にしてしまうと、本当に悪い人に渡っていってしまうっていうようなマネーロンダリングのですね、危険性っていうのも出てくることになりますので、ここの買い手になる人は必ず発行体からの KYC を受けて、その持ち分を保有する権利を持つ買い手のみにトークンが渡るようにまずするといったところが事前のステップとして必要になります。その状態になったら売り手と買い手が投資家同士で DVP がスマートコントラクト上で実現されて、そのトークンの移転についてはブロックチェーン上のデータの同期によって発行体はダッシュボードでリアルタイムに名簿が最初に頼まれて検知できるというそういったメリットになっております。でここからはサクサクっと言ってしまいますけど、プラットフォーム、セキュリタイズプラットフォームを今回使わせていただいておりまして、セキュリタイズプラットフォームは、大きく2つ、ここで言いたいこととしてはですね、非常に、多くのお客様に使ってもらっているというところから、かなりフレキシブルな対応ができるプラットフォームになっているという点、さらにそのインプットをもとに継続的にアップグレードされているので、どんどん機能が追加されているという点が非常に良いところと思っております。で、機能としては今回の事例ですとクラウドファンディングシステムの裏側にくっつけるようなイメージになるんですけれども、セキュリタイズプラットフォームとしては投資家向けのダッシュボードと、管理者向けの、コントロールパネル、それと、
ブロックチェーン上に発行するデジタル証券という3つの機能から構成されております。で、全ライフサイクルについているんですけれども、フレキシブルなして、途中から使うということができるというのが特徴になっております。今回で言うと、エンジョイワークさんの例のように、既存のプラットフォームで販売まで行った後にトークン化の部分をセキュリタイズに任せていただくっていうような分業もできるようになっています。もしくは規模によってはホワイトレーベルでお客様の環境に適用するといったようなことも可能です。ここはちょっと細かい話になりますけれども、既存プラットフォームを持っている場合ですと、既存のクラウドファンディングシステムが表に立ち、その裏にセキュリタイズがいるようなイメージになります。なので、既存クラウドファンディングシステムで投資家登録や、販売が行われた後、その情報が、API や手動入力によって、発行体の方によってですね、トークン発行の手続きが行われ、そのトークン発行されたものは投資家が、自由に触ることができると、そういった、取り組みの流れになっております。ただし、セキュリタイズ単独で行うことももちろん可能ですので、そちらについては投資家に向けのダッシュボードと、管理者向けのコントロールパネルが、それぞれ使われるといったようなイメージになります。さらにその他の構成としてかなり大規模な、システム構成のようなウォレットもですね、投資家に管理させず、例えば証券会社さんのような、企業さんが、ウォレットを代わりにですね、投資家の代わりに管理するような構成も今このような形で組むことができます。このようなフレキシブルな対応ができるというところが一つの特徴になっております。でまとめますと、そういったですね、コンプライアンスと信頼性を持った企業、そして実績があり、フレキシブルな対応が可能なプラットフォームを持っているというのが我々セキュリタイズの特徴になります。ご面談や製品のデモなどはお気軽にお声掛けいただければさせていただきますので、よろしくお願いします。問い合わせとしては以上になります。こちらになりますのでよろしくお願いします。はい。はい、以上をもちましてですね、日本における不動産の STO のプレゼンテーション、終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。